皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。イエーイ。今日も楽しく1時間過ごしていきたいと思います。今日はですね、守護霊からのサインは人生を変えるということでお話ししていきたいと思うんですが、僕はですね、これ僕の2冊出している本のですね、1冊目、守護霊リーディングという本です。これはどういうものかというと、僕が普段ですね、カウンセリング、スピリチュアルカウンセリングをするときは、守護霊さんっていうのが僕たちにはついてるんですけども、この守護霊さんっていうのがですね、いろいろ教えてくれるわけですね。その守護霊さんからのメッセージをまずお伝えして、その時に亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか生きてる人の思いとか、あとは過去性とか、未来のことなんかも少しずつ見ながらですね、その、皆さんの悩みとかを答えていくっていうことをやっております。それだけ守護霊さんと一緒にですね、いろいろ、働いたり、一緒にこうメッセージを伝えたりということで、守護霊さんもいろいろ教えてくれたりするわけなんですね。はい。今日はですね、守護霊さんっていうのはすごくいつもサインをたくさん送ってきてくれてるわけなんですけども、そのサインっていうのに、気づいている人、気づいてない人もいっぱいいるわけなんですね。そのようなこともお話ししながら皆さんとですね、私こんなサイン来たわよっていうようなこともいろいろお話ししながら進めていきたいと思います。そして50分からはヒーリング、開運エネルギーというのを送ります。これはですね、僕のヒーリング、体とか心の傷ついたものが癒されていく。そしてですね、開運エネルギーというのは、僕のエネルギーを送って、この僕のエネルギーというのはすごく今、なんかいい感じで、いい感じにところに行ったり、あきらさんと一緒にいたら、いいことがあったのっていう人が多いわけなんですね。そういうエネルギーをですね、送って、皆さんにもいいことが起こりますようにという願いも込めて、込めて、ヒーリング、開運エネルギーを送っていきたいと思います。はい。ということで、始める前にですね、僕、最近ですね、7月の31日から8月の4日まで、東京の渋谷ヒカリエっていうのがありますね。あそこの5階のですね、イベント広場で、占い、開運イベントみたいなのが行われるんですね。はい。僕はそこでですね、占いというか、カウンセリングですね。カウンセリングをやったりとかいう感じでいろいろやりますので、そちらもぜひ来ていただきたいと思います。詳しくは、概要欄の方に貼っておりますので、よかったら、カウンセリングももしね、受けていただけるのであれば、すごい格別安い値段で、いろんな大人の事情がいろいろありまして、はい、そんな感じでですね、受けていただきますので、そちらの方もチェック、イットアウトしていただきたいと思います。はい、ということで、今日も始めてまいりましょう。1時間よろしくお願いします。くみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。今日も楽しくやっていきましょう。そして、けいこさん、来たーって、村長皆様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日ね、けいこさんとはいつもTikTok のライブとかにも来てくださるんですけど、今日、おとついかなちょっと前に出したですね、TikTok の動画が結構今いい感じでバズってまして、はい、そんな感じで、どこまでバズっていくのかなってちょっと楽しみにしておりますね。やっぱりそういうバズったりすると、なかなかいろんな人がチャンネル登録をしてくれたりとかっていいものなので、はい、頑張っていきたいと思います。引き続き、ちえこさん、きろさん、こんばんは。皆さん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。そして、はるかさん、こんばんはです。今日は耳だけ参加気味になること、かしこまりました。はい、大丈夫ですよ。よろしくお願いいたします。そして、タナちゃん、こんばんは。すみません。仕事中なのでアンカー見ます。かしこまり。でも、コメント書いてくれてありがとうね。はい、仕事、引き続き頑張ってください。そして、みえみさん、こんばんは、あきらさんで、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。そして、てけてけさん、あきらさん、皆様、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、今日はですね、みんなで守護霊からのサイン。実はですね、僕たちの周りには守護霊だけではなくて神様と呼ばれるようなものね、自然霊と呼ばれるようなもの、宇宙と呼ばれるようなもの、または、亡くなったおじいちゃん、おばあちゃんとかですね、生きてる人の思いとかも飛んできたりして、なんかいろんなサインが僕たちには飛んできてるわけなんですね。はい、その中で守護霊さん、
っていうのがどういうサインを送ってくれて、どんな立場でいるのか、そういうようなことね、今日お話ししていけたらいいと思います。はい、皆さんも、私、こんな守護霊さんからメッセージ、このように来ましたっていうのがね、あれば、ぜひ書いていただきたいなと思います。ちまにゃん、あきらちゃん、皆さんこんばんは。守護霊さんのお話楽しみです。いや、こちらこそよろしくお願いします。はい。そして、たまさちさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。たまさちさんの後は、堂々キーチーズ。これで流行ってるんですかね。こんばんは。よろしくお願いします。そして、みつかさん、こんばんは。よろしくお願いします。お、ポレポレさん、あきらさん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。千葉には、生あきらちゃんお目にかかってみたら、ぜひぜひ、はい、生あきらに会うと、暑いけど、今外暑いけど、ミラクルラブハグをいただけるということで、はい、ぜひ受けに来ていただきたいなと思います。はい、そしてちょっと待って。ともみってこんばんは。寝落ちしなかった。グッジョブやりましたね。はい。ありがとうございます。最後まで起きているように頑張ってください。はい。僕ね、明日も司会の仕事なんですよ。ほぼ英語の、ちょっとイベントがありまして、外国の方のイベントを日本でやるということでですね、来られる方、日本人の人も来られるんですが、通訳機能がついているので、司会は英語と日本語でということでやるんですが、明日もですね、はい、頑張って司会やりたいと思います。この間大阪でやったところの東京版なので、はい、ちょっと内容は変わるんですがね、頑張りたいと思います。皆さんも頑張ってください。でこさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。福林さん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願い。こちらこそよろしくお願いします。はい。そして皆さん50分からですね、ヒーリング、開運エネルギーを送りますので、楽しみにしててください。自分大好きりんちゃん、こんばんは、あきらさん。皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。なんか、安心しました。皆さん、はい、元気そうで。ほそそさん、こんばんはです。こんばんは。よろしくお願いします。はい。昨日だったかな。吉村隆二さんという方ですね、YouTube でゲスト出演させていただきました。そちらにもね、来てくださった皆さんもいらっしゃいますね。ありがとうございます。みちこさん、こんばんは。よろしくお願いします。暑さに負けずに頑張っていきたいと思います。そして50分からヒーリング、開運エネルギーもね、送りますので、よろしくお願いします。そして、たとるさん。こんばんは。ここのところ、日の出の時間に目が覚めます。早いとこ、氏神様に行ってらっしゃいって言われてる、あるかもしれないですね。でも気持ちいいですよね、日の出の時間。日の出って、浴びるといいって言われますので、日の出が、日の出って東からがあるのかな。だからうちもそうなんですけども、東向きのリビングとかで、朝、日の出、ちょっと今暑いけどね、日の出を部屋の中に入れたり、そこを浴びたりするといいって言われるんですよ。はい。ですから、その日の出の時間に目が覚めるっていうことはそういう風になってんじゃないですが、僕から見ると本当に起こってることってやっぱり意味があったり、そういうなんか日の出に例えば起きるとしたら、魂がその日の出を浴びて元気パワーもらいなさいみたいな感じでやってるかもしれないですね。僕面白いなと思うんですけど、うち犬が2匹いるんですけど、朝とかさ、ベランダに、植木があるからお水をあげるんですよ。で、ベランダ開けるじゃないですか。そうするとめちゃくちゃ暑いのに、2匹ともうわーっと出るんですよ、そのベランダに。で、暑いところでね、寝たりと寝転がんだりとかするので、何してんのあんたらみたいな感じなんですけど、なんか犬っていうのは日に当たることですごくなんか、光合成じゃないけどさ、なんか体の中に必要なものを入れる。それをもう魂というか、本名じゃないわ、なんていうの本能が知ってて、やってんだよね。すごいね。だからちょっと暑いのになとか思いながら、ちょっとね、熱射病にならないぐらいに、ちょっと日当たり、もう2匹ともですよ。そういう風にやってますが、ああいうのも結構、本能っていうのは魂が欲してるっていうものに近いですよね。と思って、いつも今日見てました、犬もね。はい、皆さんの本能いかがでしょうか。人間にもあるからね、もちろんね。そうでございます。ね、ちょっと、あまり言えないけど
と、社員さん、あきらさん、皆さんこんばんは。守護霊様のお話したんでしょう。今日ね、いろいろ守護霊の話で盛り上がっていきましょう。チャンネモンさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。そして、森並777さん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。そして、池広さん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今日は守護霊の話で盛り上がっていきたいなと思う。いや、守護霊ってね、本当にね、すごいんだよ。僕もね、守護霊リーディングっていうのをやるぐらいですから、守護霊さんとよくこう、つながるというかお話しするんですよ。本当にね、すごい。目に見えない世界の調整とかって本当すごかったりするんですね。僕がこういう世界に入り始めたとき、まだちょっとこう、よくわかってないときとかですね、その時に守護霊さんが見せてくれたというか、こうやってくれてたのは、僕の守護霊さんがこれから関わっていくいろんな人の守護霊さんっているじゃないですか。そういう人らとこうバーっとね、列ができてて。でね、その人らにね、なんか名刺交換みたいな。それは本当に名刺交換をしてるわけではなくって、そういう感じのことをやってますよ。これからあなたはいろんな人に会っていくんですよっていうようなことを暗示するものを見せてくれてたっていうわけなんですね。はい。もう本当実際にそれからはどんどん進んでいって、ね、本当今もありがたいことですけど、たくさんの方が僕に会いたいって言って会いに来てくださったり、こうやってね、ライブを見てくださる人もいる。本当にまさにその守護霊さんのやってくれてる通りに動いていってるなって思うわけでございます。はい。けいこさん。亡くなった恩師は早朝に起床、お稽古なさる方だったのですが、亡くなって2週間ほど経ち、恩師の起床時間になると、うちのテレビがプチッとつくようになりました。面白い。私も慌てて起きてテレビを一緒に見ちゃって1週間続きましたが、1週間過ぎたらパタッとそれがなくなりました。でもこういうのって怖くないよね。自分の知り合いの人がやってる。例えばね、家族の人とか親戚の人がこう亡くなったら出てきたってもそんな怖くないじゃないですか。友達でもそうですけど、いや、こういうことあると思うんです。これは守護霊ではなくって亡くなった人の霊なんですけども、亡くなった人の霊ってよく聞くのが、人間の体があった時と、離れた時なんだけども、人間の40日ぐらいまではその人間の体の、感覚が残ってたり、または、何これ俺、霊だったのみたいな感じで、ね、例えば霊になると、例えばアメリカ行きたいって言ったらアメリカにボーンって行ったりできたりする。なんかそれが楽しくてすごく遊ぶ人がいるらしいんですよ。だからこの恵子さんの亡くなった恩師っていうのは遊び心があって、その恵子さんに毎日ちょっと手でつけて、恵子さんなら気づくだろうなっていう風にやって、気づいてるって感じで1週間したらやめたんでしょうね。いやー、そういうスピリチュアルな世界っていうのは結構遊び心を持ってる人もいるし、僕から見てると、守護霊さんってすごく、守護霊さんってなんか遠い存在だと思いがちじゃないですか。守護霊様とかって言ったりするから、なんか神様のようなね。神様、僕のイメージではですよ。神様っていうよりかは、どっちかというと本当に二人三脚やってる、仲間みたいな感じなんですよね。はい。だからそれだからこそね、なんかね、こんなことやったとか、こんなサイン来てる。うわー、これ嫌だなみたいな時もあります。はい。今日そんなことね、皆さんもしあったら教えてください。みそさん、あきらさん、皆さん、こんばんミラクル。こんばんミラクル。よろしくお願いします。そうなんですよ。皆さんもね、やっぱり守護霊さんとかそういうスピリチュアルな世界とかね、これはどうでしょうかっていうような感じでもいいので、コメントにあげてくれれば、それを今日はですね、徹底解析していきたいなと思います。ゆかこさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日は守護霊さんについて、これは守護霊さんのメッセージだったんでしょうかっていうようなことはね、もう大丈夫ですよ。ウェルカムですよ。はい、皆さんに書いていただきたいなと思います。中里ゆかりさん、こんばんは。今夜も楽しみにしてました。ゆかりです。ゆかりさん、よろしくお願いします。はい。じゃんじゃん。ゆかこさん、こんばんはって、さっきもあったかな。はい、よろしく。みきみきさん、あきらさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
自分大好きりんちゃん、先日霊体に戻った夢を見てすごい面白いね。肉体の時にできなかったことができてなんて楽なんだろうと思った夢でした。確かに、それはその通りでございますね。本当、僕たちっていうのはね、寝てる間にこう体から離れて霊体に戻ったりしてるって言いますよね。それをこう夢で見たのかもしれないんですけど、確かにこの人間の体って結構大変じゃんね。行きたいと思ったところにも行けなかったりさ、やっぱ重いもの背負ってたり、体が悪くなったりとか、そういうのがない世界っていうのもすごいですね。それを感じたらそれは重く感じるよね。頑張りましょうね、私たち。みえちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。そんな感じで今日は始めていきたいと思います。そうなんです。でですね、守護霊さんっていうのは、守護霊だけではないんですけどね、本当にスピリチュアルな世界の人たちって僕たちにメッセージをめちゃくちゃ送ってるんです。それで僕たちってほとんど気づいてないよね。ほとんど流してしまって。だって僕とかでも流してるものいっぱいあると思うし、本当に知らない人とか、どんだけ向こうの人が頑張って、ね、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかでも、ここにいるでーここにいるでーって言っていろんなことやってんだけど、いや、そんな気づくわけないみたいなね。そういうのをこう感じたりしてるわけですよ。だからこう、そういう人たちっていうのは、僕らみたいなんですね。ちょっとスピリチュアルな、感覚がある人とかに、たまに本当にすごい大切だったりするとお願いして、メッセージを伝えてもらったりとか、または、例えば僕のカウンセリングのところに来る人っていうのは、たまたまアキラさんを知ったんですとか、たまたま誰かに紹介されたんですっていう人もいますけども、それはたまたまではないっていうことなんですよね。ここの多分動画にたどり着いた人もですね、僕の動画を見てくださってる人も、これもたまたまではないんですね。だってスピリチュアルのこと話してる人とかさ、いっぱいいるわけじゃん。でもその中でも会うとか、その中でも、例えば僕もいっぱい動画作ってますけども、やっぱその中で、ね、いっぱいある中で、これ面白そうだなと思って見るっていうのは、やっぱりすごくそこに意味があったり、誰かが見させてたり、または自分の魂というものがですね、あきらさん、今これ見てください、みたいな感じでやってくれてるっていうことなんですね。その辺をこう感じれるようになるといいということですね。僕のちょっとこう、ヒーラー霊性開花学校っていうのがあるんですけども、やっぱそういうところで直感とかですね、その、霊のエネルギーを感じたりするとか、そういうようなことを練習していくと、どんどんそういうのが分かったりですね、あ、これ守護霊が言ってるとか、あ、これおばあちゃんが言ってるとかっていうようなことも分かりやすくなるということなんですね。はい。ですから直感とか、高めたいなとか、そういうものを感じたり、メッセージを受けたりしたいなと思う人は、ぜひそういうヒーラー霊性開花学校みたいなのを受けたらいいと思いますね。僕のこのヒーリングと霊性開花がなぜ一緒になってるかというと、もうね、これってね、一緒なんです。僕たちのこうエネルギーをこういろいろ使って、そしてこういろんな情報を得たりしてるわけなんですね。だからヒーリングしたりするのも、両方同じことで同じことができるようになって、同じなんです。出元は。ちょっと使い方が違うだけで。っていうことなんですよね。はい。ですからそういうのに興味あったり、ライトワーカーになりたいんだっていう人は、そういうことを考えてやったら、さらに直感とかが良くなるのでいいと思いますね。シスタラバッチャー、アキラさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしく、ミラクル。はい。そして、ゆかくちゃん、さっきから何回もこんばんは来てますよ。ちゃんと届いてます。今気持ちもめちゃくちゃ届いてます。ありがとうございます。はい。ケイコさん、恩師は遊び心が服を着ているような方で、演奏旅行でアラブ首相国連邦から帰ってきた直後、アラブ人の仮装をしてお稽古してました。なるほど、面白い人ね。だから1週間ずっとテレビつけてきたので、禁煙してるのにご自分で壁に貼って禁煙と書いた紙がニコチンで消えちゃいろくなってました。素晴らしいでございます。遊び心があるという。でもね、本当に亡くなってからもそういう性格って生き続けるんですよね。だからやっぱり僕らでもありますよ。こうやって見てると、やっぱりこう、あんまり生前語らなかったというか、口数の少なかった人は、亡くなってもそんな感じで見えたりしますし、はい。すごく
聞いてみたいな感じの人は、やっぱりすごい聞いてなくなっても聞いてみたいな感じで来る人とかがね、いたりして。守護霊はどうかな？守護霊はもう少し落ち着いてます。やっぱそれがおじいちゃんとおばあちゃんと守護霊との違いって感じなんですよね。守護霊さんはどっちかっていうともうちょっと落ち着いてる。なんかこう、自分の仕事をやってるみたいな感じなのでね。はい。面白いです。そういうの見てるだけでも面白いですね。皆さんもそういうの分かるようになるとめっちゃ面白いですよ。はい。じゃん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 、じゃんじゃん。そしてですね、ちょっと待ってね。じゃーん、じゃん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 。チマニャン。守護霊さんのお話、好きな人のこと諦めかけたときに、その人の名前を告げてきた存在があって、霊感の強い人の話は、その人のことを大切にしなさいってことって言われた。その後、その人の SNS 見ていたら、同じ存在が思い出して、私はここにいるよって告げたんです。守護霊さんらしく、その方と夫婦だったとか、その後、次に出会った時には私を愛してねって伝えてって告げたまま最近は出てこないです。なるほど。そういうのもあるかもしれないですね。はい。守護霊さんっていうのはですね、どっちかっていうと、すごくこう、過去性とかそういうものに関わったりする人とか、なんですよ。はい。だから、その過去性とかでその人と夫婦だったとか、そういうのはあるかもしれないですね。はい。でも、難しいところは、本当に僕らの周りって、そういうエネルギー体と呼ばれるもんね、守護霊さんとか亡くなったおじいちゃんおばあちゃんだけではなくてですね、例えば、自然霊とか、宇宙人とか、なんかそんなものもいっぱいあるわけですよ。はい。だから、そこをね、見極めるところって難しいんですけども、でもそういうことで、今、チマニアンが話してくれたようなことっていうのはあるでしょうね。ただ、それってなんかちょっと、何なんだろう。その人がもし結婚してたとかではなかったら、なんか過去性とかに関わる人がそういうふうに言ってたのかもしれないですね。はい。そういうこともあるってことですよね。はい。そういうことで、シュコリさんっていうのは本当に、いろんな感じで僕たちに教えてくれてるんです。例えばね、僕も昔あったんですけど、昔、実はパチンコにめちゃくちゃハマってた時がありまして、パチンコの前取ったらさ、キキーンって感じて、当たりーみたいな感じのなんか音が流れるんです。実はね、あれね、もう脳に刺激されててさ、あの音聞くともうね、なんかパチンコしないとみたいな感じになっちゃうわけです。パチンコにハマった人っていうのは。もう僕もパチンコ屋の前通ると、パチンコする気もなかったのに、やったーとか、キキーンとかいう音聞いただけでもう知らない間にパチンコ屋に入ってたみたいなことってあったりするわけなんですね。で、もうその時っていうのは朝パチンコ屋が開く前からうちの旦那と列を並んでですね、やって、店が閉まるまでやってたこともありますし、そのほど本当にハマってた時があるんです。今考えたらよくやめれたなと思いますけど、その時とかね、たまに、その頃なんです、僕が、こういう、霊性的なエネルギーとかメッセージとかをこう感じやすくなったっていうのは、で、ちょうどその頃だったんですね。で、こう、夢で見た場面があったんです。その場面っていうのが、もうずーっと朝から何万ってお金をかけてですね、パチンコをやってて、もう出ない、ほんまにどういうことやねんって言って思ってたら、なんかね、隣の人がタバコかなんか吸うの、隣の人も来るのかな、その映像が見えてて、で、なんか隣の人来た、悔しいとかと思ってたら自分がバーって来るんです。で、来たーと思ったら、なんかね、1回で終わるとかっていうのが見えてたんですよ。で、いや、1回で終わりなんだ、こんなにお金入れたのに、みたいな感じで、もうね、それがね、そっくりそのまま来たりとかってするんですよ。で、その後、またね、激アツって言うんですけど、またこれ絶対来た、絶対来る 99.99999% 絶対もうこれ当たったねって思うのも外したりするんです。その時にふっと分かったんです。今、
守護霊やりよったみたいな。もういい加減にやめやっていう意味で守護霊さんが僕のパチンコを絶対これ当たるっていうので外したんです。やりよったなって言って僕はちょっと守護霊さんに言いましたけど。皆さんもそういう経験あると思うんですよね。そういうのは結構守護霊さんがやってたりするわけなんです。ケイクさん、なるほど、守護霊さん落ち着いてるんですね。ふざけてない。まあ、そんなことないよ。すごくこう、ほんわかやってる時もあるし、ちょっと面白い時もあるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんみたいに何でもか、なんか、ここにあんでーとか、そんな感じではあまり見ないですね。はい。ここいかさん、ケロさん、皆さんこんばんは、こんばんは。本日は途中参加の聞きながらなのでさ、ライブアーカイブ確定さ。かしこまりました。はい、楽しんでください。じゃん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 。ポレポレさん。アキラさんとパチンコ意外。そうなんですよね。なんかね、意外とね、勝負師、ハマるタイプなの。ラスベガスとか行ったら本当に24時間寝ないで、ずーっとやってる感じなんです。本当危険なので、もうやらなくなって本当良かったと思います。もう今考えたら本当もったいないこと。まあそれはそれで楽しかったけどね。はい。ちまにゃん、パブロフのアキラさん状態だったんです。そうなんです。本当に私、やりました。そういう事件はありました。楽しかったけどね。細須さん、学生時代にハマりました。パチスロですけど、パチスロもね、パチスロも、なんかね、すごく昔はパチスロとか勝ったらお金になったりしたんだけど、今なんか、ね、全然お金にならなくなったし、負けて、やっと出たと思っても勝てなかったりして、もうこれはダメだなって僕はそこで、もういいかなと思ったんですけどね。めいみさん、私もなぜか数年前パチンコ夢中になってました。今はめっきりだけど、よかったね、やめられて。本当にね、やめられなくてずっとやってる人もいますからね。まあ、本当お金結構使うからね、やめた方がいいと思います。めいみさん、隣の人に引きが弱そうな人が座ると、激アツでもスカンが多かった。その人の影響を受けちゃうってことです。それも嫌ね。絶対嫌だったのが、なんか、パチンコやってるじゃないですか。それで、来た絶対これ来るとか思っても、なんか、よしとかと思って外したら嫌だから、結構自分の中でこう冷静に、もう心の中では、よしくれーとかって思ってんだけど、すごい冷静にしてたりして、こう黙ってやってるのにさ、そしたら横からおばちゃんが、横にいる全然知らんおばちゃんがさ、兄ちゃんこれ来るでとか、これちょっとあかんなとか、今のちょっとあかんかったなとか、口入れて言ってくる人がいるんです。もうあれすっごい嫌だった。おばちゃん、私が見てんのにみたいな。そういうことありますよね、皆さん。パチンコ屋で、まあ面白いんですよ。知らない。ね、東京ってなんか隣同士とか知らない人とか話しないとかって言いますけど、パチンコやって、僕新宿でパチンコやってたので、もう外国人のおじちゃんおばちゃんとかたくさんいたんですね。はい。それでみんなですごい話しかけてくるの。すごい言ってくるの。それあかんなとか、それ絶対来たなとか、いや、言わんでいいからみたいな。よくありました。懐かしいでございます。はい。寺田美樹さん、明さん、皆さんこんばんはって、こんばんは。よろしくお願いします。なんか、今日パチンコの話になっちゃった。ミキミキさん。昔、彼氏とパチンコ行ってトイレで財布を忘れてる人がいて、カウンターに届けたの、その後13年ちゃん、さすがでございます。そう、これあったんです。僕もね、パチンコに行く前の日とか、まあ誰かと飲みに行ったりとかね、なんかやってた時に、なんか今日おごるよって感じでおごったりするじゃないですか。その時よく、いろんな若い子とデートとかもしてたから、その時に、今日出しとくよ。まあすごい安いとこ行くのよ。もちろんね、居酒屋とかなんだけども、そうやって言って、出しとくとかって出すじゃないですか。そうすると、必ず次の日は勝つの。だから、ちょっと願掛けのようによくね、おごってました。まあそれはいい循環じゃないですか。若い子も喜んでくれるし、僕も楽しむみたいなね、そういうなんかものってありますよね。はい。はるかさん、友達にパチンコへ入らされたけど、お祭りのパチンコしかしたことがないから、卵の薬使い果たしたくなってしまったし。それダメですね。昔のスマートボールとかで全部やらないとみたいなね、そんな感じではダメですね。いやー、でも本当今ね、パチンコって儲からなくなって、本当どんどん法律が変わっちゃって、
そうなんですよ。ちょっと今日パチンコの話で盛り上がっちゃって。池広さん、これはこれで楽しいけどね。池広さん、私もスロットにハマり、パチンコにハマった時期がありました。初めて打った時に勝ったのが、そうなんだよ。あれ誰か見てんだよね。なんかビギナーズラックって言うんですけど、本当にね、それでみんなハマっていくわけなんですよ。私もその仲間だと思いますね。多分最初はね、そんな感じでハマった。もうね、来る時ってね、打ち始めた10玉ぐらいで来て、そのままさっきの言ってた13年とかってすっごい来たりとかするわけなんですよ。もう帰りたくても帰れないみたいなことになっちゃう時があってですね、それを1回やっちゃうと、また来ると思って毎日行っちゃうということですね。ちょっとそのパチンコの話は置いといてって感じで、ちょっと、まあでも守護霊さんっていうのはそういうパチンコですら、なぜかっていうと、皆さんね、守護霊って、例えば直接こう僕みたいにメッセージを受けたりするっていうのができればもちろんいいですよ。でもこれってね、すごくこう結構練習とか高度なことが必要なわけなんですね。で、この守護霊さんっていうのはやっぱりその、電気系統を使って結構、まあ、守護霊さんだけではないんですけど、僕たちにいろんなことを教えてくれたり、メッセージを伝えてくれたりっていうことをしてくれてるわけなんですね。だからこういうふうにパチンコとかインターネットとかを使って、あれこれなんでこんなの来たんだろうとか、こういう感じになるんだっていう、ちょっと自分が、あれなんで今これって思うようなこと、でも自分にとって大切な内容だったりするときっていうのは、守護霊さんが、はい、これ、注意、見てみたいな感じでやってくれてることが多いってことなんですよね。ちょっとまだ、ケイコさん面白い。パチンコなしよ、みたいなね、感じで。はい。まだ続きます。MS さん、音がいいのよね。キュインキュイン。そうなんです。ブワーって震えたりするんですけど、持ってるところがね、そういうのやめてほしいです。あ、ちょっと戻っていった。ケイコさん、5歳くらいの時、交通量の多い道路に飛び出してしまい、ぶつかる直前、何かに突き飛ばされたような感じで転んで、気づいたら車の下から引っ張り出されて無傷でした。多分、守護霊さんが助けてくれたのかなと感謝しています。なるほどね。いや、ありえますね。守護霊さんか、亡くなったご先祖様じゃないですか。こういうふうに事故とかで助けられる時っていうのは、そういう守護霊さんとかおじいちゃんおばあちゃんだったりするってことがめちゃくちゃ確率高くあるってことですね。まあ、ちょっと霊感の強い人とかだったりすると、その助けてくれた人が、おばあちゃんだったと思うとか、おじいちゃんだったと思うとかっていうような感じでですね、感じたりする人もいますし、やっぱりあるじゃないですか。例えば仲良かったおばあちゃんとかが、こう来てくれたりしたらさ、姿はなかったとしても、おばあちゃんなんかここ行ってくれるなっていうことが分かったりね、匂いで感じさせてくれたりっていうこともたまにありますけども、だからこういうことがあった時っていうのは、すごくこう、感じてみるといいんですよね。そうすると、おばあちゃんいてくれてるなとかっていうようなことが、分かったりするわけなんですね。はい。けいこさん。電化製品系に来る。今、うちのエアコンに来られたらきつい。それ怖いね。それやめてほしいですよね。まあね、でもこの、電化製品系っていうのはいろんなものが来るので、自分のなんか、ネガティブな思いとかがぐわーって強くなったり、不安が強くなったりすると、電化製品を壊してしまったりということにもつながっていくのでね、まあそういういろんなものを言ってるってことですね。でも、僕ね、守護霊さんがこの間優しいなと思ったのが、僕が、前も言ったかもしれないんですけど、結婚式の司会を最近よくやってまして、で、その結婚式の司会をやってた時に、祝電っていうのがあるじゃないですか。で、祝電を読むとき、あれってすごく気をつけないといけないんですね。名前の読み間違いとか順番とかそういうのがあるんですけど、ちょっと気を抜いちゃったんです。それで、名前を、聞いて、その別の紙に書いてたんですけど、その紙がね、読むときにどっか行っちゃってたの。で、あれみたいな、どうしようみたいな感じで、皆さんに、僕感情悪いの苦手なの知ってるじゃないですか。で、それで、まあ今はね、こうポストイットみたいなのをちゃんと持っていって、そこにちゃんと書いて、すぐ分かって、また終わったら取れるようにっていうふうにやりますけども、その
ことが、ちょっと失敗しちゃったわけですよね。そしたらその結婚式のまとめてるリーダーみたいな男性に後でめちゃくちゃ怒られたんです。あれはないよねみたいな感じで。でも確かに、反省するとこだなと思って、落ち込んでたわけですよ。で、なんであんなことやっちゃったんだろうと思いながら、もう絶対もうやらないって言って思いながらですね。で、落ち込んでたら、次の日にやたらとですよ。守護霊さんからいろんなサインで、あなた、いや、大丈夫だよ、よくやってるよっていうようなメッセージがめちゃくちゃ来まくったんです。それは人が言ってくれたりっていうこともあるし、またはそのテレビ見てて、そのテレビから、これ今メッセージくれてるっていう感じで気づいたりとかですね、っていうようなことがいっぱいあったんです。その時に本当に嬉しくて、そうだよね、つって、気づけばいいんだよ、みたいな感じのメッセージもいただいてですね、はい、もうこれを糧にですね、絶対頑張って、同じ失敗しないって誓ったのを覚えてますね。そういうことが起こってるってことですね。はるかさん、私もそのあたりで、恵子さんと同じ体験しました。そうなんだ。意外とそういうふうに起こってるっていうことがあるってことですね。交通事故になりかけだけど助けられたっていうこともあるということです。ポレポレさん、たまにタバコの匂いがするのは守護霊さんがタバコを吸う人なのかな。なるほど。これおじいちゃんおばあちゃんとかじゃないかな。自分のその知ってる人、結構亡くなった人っていうのも自分がここにいるっていうのを知らせるためにですね、わかりやすくタバコとかを、すごくタバコが大好きだとおじいちゃんとかだったりすると、タバコの匂いで分からせたりする人がいますね。守護霊さんはね、タバコの匂いっていうよりかは、どちらかっていうと、お線香系の香りを、させることが多いですね。例えば、僕もたまにありますけど、ちょっとなんかいい感じのホテルとかに行って、ホテルのね、その喫茶店とかでお酒とか、ケーキセットとか食べながらみんなで話をして、で、帰ろうとします。で、なんかそこでなんか僕に伝えたいこととか、今日のこの話とか、合ってた人よかったよっていうのを分からせるため、または私たちはここにいますよっていうのを分からすために、守護霊さんがわざと線香の香りを嗅がせるっていうことがあるんです。で、どう考えても周りの人もそんな感じの人いないし、そんなね、ちょっと高級な、高級というか、一流ホテルのロビーとかでさ、線香を焚いてるってことはないじゃん。でも、そういう線香の匂いを嗅がしてくれたりとかっていうことがあるわけなんですね。そういうふうに、それとね、重ねてやってくるときもある。これはもう守護霊さんだなってわかるぐらい、これは守護霊さんのやり方で、今、僕になんか知らしめようとしてるなっていうのがね、分かったりします。はい。だからもしかしたらタバコだったら、知ってる友達とか、おじいちゃんおばあちゃんとかね、そういう人だったかもしれないですね。かもしれないですね。まゆさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。面白いね。みんな面白い。ひらがな打ってあげてよろしくお願いします。はい。みつかさん。守護霊様は巫女さんだそうで、約2年前から神社や神様など見えない世界がっつり興味持ったのもそのお導きかなと思ってます。これはあり得ると思います。僕も結構見てると、昔、この人巫女さんみたいなことやってたんだなっていう人が見えます。そういう人の守護霊さんとはその時の巫女さんがついてたりすることがあるんですよね。やっぱりそういう人っていうのは、知らず知らずのうちに神社に行くことが多くなったり、またはその巫女さんのようなこととか、ああいう雅楽みたいなのに興味があって、そういうのをやっていくとかですね、そういう道が開けていく。やっぱりその守護霊さんっていうのは、その人の得意分野とかそういうもので助けてくれたりですね、守護霊さんの持ってるものの影響を受けて僕らが、
いろんなことができたりするっていうこともあったりするわけなんですね。はい。だからそういう意味でも、守護霊さんを見てたりするのって、楽しいですよね。リサさん、アキラさんの守護霊さん優しい。そうなんです。優しいのかな。そうですね。はい。ケイコさん、守護霊さんは、さっきのね、頑張るよ、君はちゃんとできてるよっていうのを見せる。いや、僕ね、それが来た時に、本当に、いや、守護霊って目に見えない世界だけど、本当に一人じゃないんだな、自分はっていうのをすごく感じましたね。中里ゆかりさん、守護霊さんに感謝ですね。私も守られてる感じがします。ゆかり。そうなんです。本当に守られてるんです。だから本当に、いつもこう話しかけてあげればいいからね、こう、ありがとうね、とか、お願いします、みたいなことを言っておくといいと思います。細さん、仕事で判断を迫られてパッとグッドな考えが思い浮かぶのは守護霊さん、それとも指導霊さんのお力ですか？これはどちらでもあると思いますね。はい。これもね、冷静開花とかが進んでいったり、ちょっとトレーニングをしたりすると、これ守護霊さんからだなとか、これ指導霊さん、他の人だなとかっていうのが分かったりするようになるんですね。そういうのをちょっと練習とかするといいかもしれないですね。チャンレモンさん、高校生の時に自転車で坂を下ってる時に砂に滑って転倒しそうになって道路にはみ出しながら立て直して転ばなかったけど車が来て跳ねられたかも、亡くなった母が助けてくれたかもと思ってたけど守護霊様かな。なるほど。これはお母さんじゃない？どっちかな。その時のエネルギーの出し方とかあるんですけどね。でもこれはお母さんかもしれないですね。やっぱお母さんっていうのは、亡くなったりしてもですね、やっぱり子供の頃がすごく心配になるので、ずっと見てたり近くにいたりするんですよね。ポレポレさん、なるほどって言ってくれてますね。はい。チェイコさん、私も自損事故なんですが、みんな結構やってる。なんか、みんな結構危ないことやってますね。高速道路で夜中一瞬居眠りしたみたい。あるね。ガードレールを擦った音で目が覚めて、私もある一回。すぐ、パーキングで確認しました。なんとか動いたので、ドキドキしながら家に帰った時があります。守護霊さんが守ってくれたんだと思います。私は無傷。車は脇が前から後ろまで傷でした。でもとりあえず良かったですね。いや、でもこういうのも守護霊さんとか、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか助けてくれてると思います。こういうふうに大きな助け方するのは、もしかしたら守護霊さんかもしれないですね。本当に守護霊さんっていうのは、僕の中ではそこじゃないんだよとか、これだよとか、こっちに気づきなさいとか、こんなのとかどうっていうようなことを結構ずっとサインとして見せてくれてたりするんですけど、でもこれがね、いろいろそういう練習とかして会話ができるようになるとね、本当に質問したことに対して返してくれて、会話のようなものが成り立つんですよ。そうするとね、本当に、向こうも、やっぱり助けやすいみたいで、守護霊さんと本当にね、これやったけど気づかなかった。これも気づかなかったって、そんな状態になってんのよ。そう。で、ここはなんか手出したらあかんなっていうところはもう歯食いしばって、親と一緒だよね。歯食いしばって頑張れよって見てくれてたりする時もあるわけなんですね。はい。だから本当ありがたい存在なんですよね。はい。みみさん。自宅でたまに線香の香りがすることあって、仏壇の方を見るけど、守護霊さんかな、母親かな、わからない。なるほど。これはお母さん。なるほどね。お母さん。なるほど。まあ、どっちもじゃないですか。ね、そのさ、線香の香りとかもしてるのが気づく人と気づかない人っているわけなんですね。だから、えみさんは気づくから、そういうの分かりやすいと思って線香の香りをよくやってくれるのかもしれないですけども、そうね。でも、家で、そういうふうに来るっていうのは、お母さんの可能性が高いですね。ここにいるよって言って、しかもこの仏壇があったりするっていうことは、その仏壇があるイコール、そこに入ってる人ってこう想像しやすいじゃないですか。そういうことも結構考えて、そういう人だってそういう香りをね、使ったりしてるわけなんですよね。はい。みきみきさん。守護霊さんよりご先祖さん、じいちゃん、ばあちゃんの守り、の方が強い気がする。なるほど。みきみきさんはそんな感じなんだね。なんかね、これやっぱり違うわけですよ。おじいちゃん、おばあちゃんっていうのは特にね、やっぱり親戚、家族やから守ってあげようとかっていう人、その親戚のこの
系図を見ててもですね、こう、エネルギーの強い人とかも結構いて、スピリチュアル的なエネルギーが強いっていう感じ。そういう人によってはですね、強いところの人っていうのはすごく応援が強く入ってきたりとか、っていうこともあるわけなんですね。ミキミキさんはそういう意味ではね、ご先祖様の力がすごく強そうだから、そうやって助けようとしてくれてるのかもしれないですね。はい。そうなんです。だから、守護霊さんとか、僕みたいな人は、例えばこれ誰が言ってるかなとか、誰が助けてくれてるかなとか、そういうのが分かった方が、カウンセリングするときとかに良かったりすることもありますけど、例えば皆さんの場合だと、そこまで分からなくても、誰かが今、ここにいるっていうのを助けてくれてる、示してくれてるんだなとか、または、これ今助けてくれたなっていうことを、もし感じた時があったらですね、その時は本当にもう心の底から、ありがとうね、つって言ってあげるといいということですね。やっぱ感謝することっていうことがすごく大切その人たちっていうのはさ、別に感謝しなかったも助けてくれる、特に守護霊さんっていうのはね、なんていうかな、本当どんな道に、もう自分が行くべき道に行かないといけない道があるんだけど、本人も気づいてんだけど、やっぱりそこ行きたくない、怖いし、やだやだってこう、どんどんずれていって、こうやってこういう生き方する人とかいるじゃないですか。ね。そうすると、僕らだったらさ、もう、加減にせえお前とかって思ったりすることありますけど、守護霊さんってね、そういうことしないんだよね。あの人たちは大きい人なんだよね。ただ、みたいな感じでは見たりしてるけど、僕たちを、もうええわって言って投げたりしないのが、守護霊さんなんですね。ご先祖様もそうなんですけど、ご先祖様って意外と怒ったりしてお前、そんなんするんやったらっていうようなことをやったりするのが、またご先祖様たちなんですね。だから、守護霊さんっていうのはそういう意味でめちゃくちゃありがたい存在なんだと思います。だからこそ、守護霊さんの、サインとかですね、アドバイスっていうのを大切にしたり、それをこう受け止めようとして、それを全部やらないといけないってことはないんだけども、そういうことを言ってる、じゃあちょっとどうなんだろうって、それをこう含めた上でですね、自分でこう考えていくっていうことがすごく大切なんだと思いますね。ポレポレさん、私も思い出した。高校生の時に 50cc バイクに乗っていたら、カーブでトラックの荷台にぶつけられて気がついたらバイクが川に落ちてて、危な。私は道路に横たわっていたんです。大丈夫。肘をすりむいたくらいでは怪我はなかったけど、守護霊さんも助けられたんですね。いやー、もうそれめちゃくちゃ助けられてる。普通ありえないじゃん、そんなの。ね、まだ死ぬ時ではなかったということですね。いや、でもね、みんな気をつけて結構意外とそういうことあるんですね。ケイコさん、10年ほど前に守護霊様がたくさんおられると言われたことがあります。たくさんおられると意見が分かれて優柔不断になったりとかありますか？笑う。それはないと思いますね。守護霊さんとか指導霊さんとかっていっぱいいらっしゃってもですね、やっぱりこう、あの人らっていうのは、なんていうかな、ちゃんとリーダーとか、まとめる人とかがいて、なんかまとめてくれたりする。あと、やっぱりメインでいる人が、やっぱりこうメインでちゃんとこう、あれしてくれるっていう感じなので、いいと思います。そんな問題はないと思います。はい。ただ、たくさんいたりすると、どうなんだろうね。結局は自分自身がそのアドバイスをもらって決めないといけないということなので、たくさんいると、でもどうだろう。僕が見てる限りでは、守護霊さんが、例えば、あんたこうしなさい。いや、あんたこっちにした方がいいよって、よくテレビでなんか、ね、神様と、悪魔が出てきて、いや、あんたそっち行ったらダメよ。いや、それ行かないとダメとかって、こうやってこう、本人が迷ってる場面とかあるじゃないですか。あんなことは見たことないです。はい。たまにちょっと邪魔する、なんかちょっとその辺にいる霊みたいなのが邪魔するときはあるかもしれないですけど、守護霊さんの中では、それはね、結構まとまってるから、はい、安心してください。ラブジェントのライトさん、はじめまして、登録させてもらって、いつも YouTube 拝見してます。ありがとうございます。今回初ライブ参加、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。こういう風にね、書いてくださると、はい、楽しんでいってください。そして50分からヒーリング開運エネルギーを送りますので、ぜひ受けていってください。アーカイブでも受けていただいてもエネルギーは行くんですけども、この生の、
ライブでやると、ここにいるみんなのエネルギーもわーっと重なってですね、さらに、強いエネルギーになりますので、受けていただきたいと思います。キラさん、こんばんは、こんばんは。よろしくミラクル。リエさん、こんばんは。はじめまして。はじめまして。猫ちゃんが虹の橋を渡って寂しくて泣いてたらタイミングよくテレビから、忍たま乱太郎の勇気 100% が流れて、その歌詞に励まされました。それもね、あんのよ。それも、守護霊さんとかが、杉霊さんじゃないけど、猫ちゃんが元気出すよって言ってくれたのかしら。それね、守護霊さんがやってくれたんだ。そういうのを守護霊さんがやってくれてるんだと思います。猫ちゃんってそこまでしたりしないと思うので、ね、でもどちらにしても嬉しいですよね。そういうふうに応援してくれてるってことですよね。はい。開始の3だったかな。いいね、22エンジェルナンバー、今日もありがとうございます。あ、やったね。ありがとう。エミちゃん、20年くらい前に守護霊に母親の母が私を見守ってるって言われたけども、守護霊変わってるから、守護霊ね、そんな簡単に変わらない。指導霊っていうのは変わりますけどもね。はい、一緒だと思いますよ。Q さん、私の守護霊様は業者さんです。お、いいですね。車の運転中に妹で怒られてました。危ない、止まれって怒られました。そっちの方が怖いから、いやーってなっちゃうね。気長に私を見守ってください。そうなんです。気長なんです、あの人たち。私には真似できないと思いました。私は気が短い。まあ、あの人の体がないからね、そういうこともできるんでしょうね。チャンネルさん、ポレちゃん、高校生でバイク、私は20歳でバイク転んだけど、車が待っててくれる。でも、本当みんなよかったね。会えてよかった、ここで。りんちゃん、私も何回も死にかけたことあります。海外のホテルのプールで溺れたり、10トンダンプにぶつかっていったの私は無傷で車を愛車。小一の時に車にひき逃げされて、うつ病になって生きるつらかった時は時できるってことです。ありがたい。本当ありがたいね。誰かが助けてくれてるってことです。はい。後ろさん、交通事故で体に半分くらい車が乗り出して、お医者もなんか、あなたも守られてますね。まゆさん、守護霊様ずっと同じ方なんでしょうか。変わるとしたらどんな時なんでしょうか。途中参加でお話出てきた。大丈夫よ。守護霊さんっていうのは結構ずっと同じ人だったりしますけど、やっぱり人生のすごく大きな転機とかになったりすると、指導霊さんっていうのは結構変わったりするんですけどね、守護霊さんも変わることもあるってことですよね。でもほとんど生まれてから死ぬまでずっと一緒だったりしますけどね。けいこさん、人生の大きな選択の際、アドバイスを分かりやすくいただきたいとき、何か良い方法はありますか？成長すると守護霊さんも塩対応になるとか聞きました。そうね、厳しくはなるかもしれないですね。やっぱり慣れてくるとね。でもそれはもちろんすごく愛のあることなんですけどもね。アドバイスは分かりやすく人生の大きな選択の時って結局心が乱れるじゃないですか。だから心が乱れないようにしていくということがすごく大切ですね。ミムさん、仏壇に線香をあげるときはご先祖様、お母さん、父親のお父さんいつも見守ってくれてありがとうって手を合わせてから日頃の愚痴を言ってます。愚痴言ってんだ。でもね、喜んでらっしゃると思いますよ。皆さんも危なかった時があるんですよ。本当だよね。みんな怖いね、ちゃいこさん。はい。ちなみに3年ほど前に、右折車にはねられました。着ていた服に跡がついていて、ごめん。泥ほど飛ばされたみたいです。ひどくすりむいただけです。すみました。事故の3日前になんとなく藤上さんに巻いた後でした。守護霊さんが教えてくれたから。そうですね。でもよかったですね。そういうことしてくれてるってことです。あきらさんありがとうございます。まいさんもありがとうございます。はい。ということですね。皆さん、守護霊さんっていうのは本当に僕らの近くにいてですね、いつもそうやって守ってくれてます。メッセージもいっぱいくれてるのでね、それに、ぜひ意識を向けてあげたり、もし、これ、守護霊さんじゃないかなとか、スピリチュアルの世界の人が絶対今助けてくれたなと思うときは、ありがとうねって言ってスピリチュアルの世界に言っておくと、さらに、また喜んでくれて助けてくれるということですね。ちなみに先日同じように横断歩道の上で、右折車の屋根掛け気をつけてください。そこを通るとき。ポレポレさん、仕事帰りに光に行きたいけど、仕事早く終わらせた。なるほど。よかったら来てください。でも8時ぐらいまでいるからね、多分暇してると思うので遊びに来てください。皆さん、渋谷の光へ。で、イベントやってます。7月31日か8月4日までです。よかったら来てください。会いに来てください。私のミラクルラブハグをもらいに来てください。ということで、もちろん、ただよ。ミラクルラブハグだけだったらね。はい。ということで、今日もありがとうございました。ヒーリング会エネルギーを送っていきたいと思います。
ペットボトルにお水、お茶、コーヒーとか入れてですね、画面の前に置いとくと、そこに波動が移って波動水っていうのができるので、興味ある方はそれを作っていただいたらいいかなと思います。そしてこれから、エネルギーを送ります体全体で受けるようなイメージを持っていただいてですね、感じなくても確実にエネルギーが飛んでます。はい。そして、そんなのあるかと思っちゃうとエネルギーが入らなくなっちゃうので、なんかわからんけど、エネルギーもらおうっていう気持ちぐらいにしておくとエネルギーがちゃんと吸収されるってことですね。で、皮膚がピクピクしたり、ざわざわしたり、柔らかいところが痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりっていうことがあります。はい、そういう感じを受け取りながらですね、なんかこう、僕が誘導瞑想みたいにしていくので、初めての方とかはその通りやって、自分のエネルギーの感じ方、自分の好きな形でいいんですけども、こんな感じかなって言ってやってると、いいと思います。さあ、ポレポレさん、光への誤解です。お待ちしております。111人、いいですね。はい、ありがとうございます。それでは、お待たせしました。ちょっとお湯飲まして。それでは、お待たせいたしました。ヒーリング、開運エネルギーを送っていきたいと思います。まず、こちら、左手からですね、ヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーというのはですね、皆さんの体の調子の悪いところ、そんなところのエネルギーや、細胞を活性化してくれたり、またはですね、皆さんが心の中に持ってしまった傷、恐怖心、そんなものを少しずつですが癒してくれる、そんなエネルギーを今送り始めています。そしてこちら、右手からは開運エネルギーを送り始めています。このヒーリングに開運エネルギーが、追加されるととても強いエネルギーが今、わーっと送り始めています。このエネルギーを感じてください。この開運エネルギーっていうのは浴びるだけで何かいいことが起こるんじゃないか、そんな気持ちにしてくれたりですね。または自分がなかなか前に進めないと思っていることに対してですね、そっと、背中を押してくれる、そんなエネルギーになっています。今、ヒーリング、開運エネルギーをどんどん皆さんに送っています。これを感じてください。それでは、このヒーリング開運エネルギーを体の中に取り入れていこうと思います。まず、鼻からゆっくり息を吸うと、喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして、口からゆっくり吐き出すときは、あなたの体の調子の悪いところのエネルギーが、口から出て地球に帰るところ、自分の嫌な性格、自分の嫌な思い癖、そんなものも口から出て地球に帰るところを想像してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、皆さんの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギーを吐き出してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体が頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、いらないエネルギーをすべて吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。今も引き続きヒーリング感エネルギーを皆さんにどんどん送っています。そうするとですね、皆さんの体の中にはヒーリング感エネルギーもいっぱいになり、自分の体から溢れ出ているエネルギーを感じることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリング感エネルギーをあなたの周りにいる愛する人、家族や友人、職場の人などでエネルギーを送ってあげたい人、応援したい人、そんな人にエネルギーを投げかけてあげてください。そうすると、あなたのエネルギーをもらった愛する人は笑顔になり、どんどんエネルギーが強くなってくるのがわかります。また、自分から溢れ出ているこのエネルギーを波動水を作っている人は波動水へ。
体の調子が悪いところがある人は、そこにもどんどん自分から溢れ出ているヒーリング界エネルギーを投げかけてあげてください。また、ブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人は、そこにもエネルギーを投げかけてください。このようにあなたを中心として、いろんな角度でエネルギーを出すことで、あなたのエネルギーが強くなり、そして前向きのエネルギーに変わっていくのを感じてください。最後に今日は守護霊さんからのサインということで、守護霊さんが私たちをいつも助けてくれ、そしてサインをたくさんくれている。そんなことを学んだり気づいたりさせていただきました。守護霊さんというのは私たちの周りにいて、いつも諦めることなく、捨てることなく見守り、助けようとしてくれています。そんな守護霊さんのエネルギーを今意識して、そしていつもありがとう、これからもよろしくという気持ちを皆さんも自分の守護霊さんに投げかけてあげてください。そうすると守護霊さんが喜んで、またあなたにありがとう、嬉しいというようなサインを送ってくるかもしれません。またそのサインも見つけてあげてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんにも良いことが起こりますようにという願いを込めて終わりたいと思います。ありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうかね。かなり強いエネルギーがいってるので、もし頭が痛くなっている人がいたら、お水を飲んで深呼吸を2回ぐらいゆっくりするとエネルギーが落ち着くのでやってみてください。はい。そして、皆さんお水飲んでくださいね。寝る前にお水飲むと、ちょっと強いエネルギーなので落ち着くと思います。毎日お腹が痛くて、なくなりますようにってね、ちゃんと自分でも遅れたかな。はい、カーチンの手笛のお手伝いでもも裏が筋肉痛です。ヒーリングも、もも裏に受け取ります。はい。言ったでしょうか。言ってますよね。はい。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。ケイコさんもとても気持ちよかった。ありがとう。言ってますね。ありがとうございます。はい。そして、KI さんもありがとう。りんちゃん、気持ちよくて寝そうでした。寝てください。おやすみなさい。ありがとうね。まゆさん、受け取りました。人事来ました。ありがとう。はい。これね、感じなくても確実にエネルギーいってますのでね、安心してください。でもこれね、何回も受けてたりするとね、すごく感じやすくなったり、これかなっていうのを気づくとね、結構後分かったりするんですね。ミキミキさん、ありがとうね。すっきりしてよかった。ここ、池さんもありがとう。受け取りましたって、こちらこそ、ケヒロさんも、言ったね。ありがとうございます。テケテケさん、シゴレさん、コンタクト取りたくない。ライブありがとうございます。さきさん、おやすみなさい。ありがとう。ミラクルラブいただきました。はい、海城さんも愛のエネルギーパワーに涙です。本当そうだよね。ありがとうございます。スタラバハチちゃんもありがとうね。チローローくん受け取りました。足裏がムズムズしました。言ってますね。よかった。ミサさん、ちょっと待って。ね、こうやって感じれるようになるとね、面白いので、ヒーリングとかもね。ありがとうございます。守護霊様に感謝を伝えられました。嬉しいです。よかった。福前さん、ありがとうございます。人事熱いです。言ってますね。ありがとうございます。そして、リエさん、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうね。はい。そして、中里ゆかりさん、ありがとうございます。体が温かいゆかりです。よかったです。ありがとう。ポリポリさんもありがとう。受け止めました。言ってますね。ありがとうございます。はい。チャンネルマさんもありがとうございます。ミラクルラブいただきました。ありがとうございます。ミラクルラブもいただきました。ありがとうございます。そして、ケイコさんもありがとうございます。しごれさんにもお礼を言って休みます。いいですね。そういうふうにやると、コミュニケーション取ると、しごれさんも喜んでくれるってことですね。細さん、ありがとうございました。おでこが人事します。ビール飲みます。飲んでください。私もお風呂入ってちょっと飲んで寝ます。でも明日、司会の仕事だからちょっと練習してから寝ます。はい。千葉にありがとうございます。いつも温かいエネルギー。言ってますね。ありがとうございます。はい。ということで今日も皆さんどうもありがとうございました。みんなの幸せになって、ミラクルラブ届いたかなということで、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。タトゥさんもありがとうね。そして、みえちゃんもありがとう。はい、はるかさんもありがとうございます。ということで、みんな今日はこれで終わります。はい、お水を飲んでしっかり寝てくださいね。ありがとうございました。愛してるよ。ラブ